こんばんは、KK バリーです。まだ慣れませんいつもおはようって言ってたんだけどね、うちらは朝から撮るからおはようだけど、皆さんはこんばんはでしょということで、こんばんはにシフトしております。今日が最終日4日目ですね。で、私たちの飛行機が12時50分発、当園から成田行きなので10時ぐらいに台北を出発したいかなって感じ。40分ぐらいで着く、電車だと急行で。はい、なのでそれまで朝ごはんを食べて、ドリンク空いてるとこあったらドリンク買って空港に向かいたいと思います。はい。最終日はですね、私の好きな牛肉麺です。はい。ここはね、一人で来てめちゃめちゃ量多いの。よ。でもシェア OK だと思う。周りの人シェアしてたから。なるほど。全然一人じゃ食べきれない。なんか家系の多分大盛りぐらいタイみたいマジ？な。やばいな。やばいの。俺朝弱いぞ。オープンが8時で、今7時50分です。はい。前ね、8時過ぎに来た時はもうすっごい混んでて一回やめて夕方来たのね。だからちょっと今回はあんまり時間がないのでオープン前に来てみました。はい。この後もう一軒ね、テイクアウトして空港で食べる予定なので、最後までよかったら来てください。はい。あと1日目、2日目、3日目もね、あと抽選変化出てますので、そちらもご覧ください。はい。では最終日スタートです。悲しい。それではいただきます。台南の牛肉湯みたい。このね、肉がね、信じられないくらいふわふわでね、美味しいのよこれ。肉やばい。マジでうまい。麺はうどんみたいだね。柔らかい。ね。ほろほろ。このネギがさ、ガーリック油なのかな。スープはもうニンニクっぽいね。スープは前回来た時は麺が食べきれないのが辛すぎて、今度から牛肉スープにしようって思った。減ってる？減った気がする。で、一人で来てる人たち結構残してて。写真の写真。書いてあるのかもね。そしたら観光客増えてきて。そうだね。みんな食わないから。肉がマジでうまい。はい。開園しちゃいました。ケンちゃんの分も。美味しかった。やっぱりさ、8時前に行っとかないと並ぶね。8時に合わせて来た人、外でずっと待つ羽目になるよね、あれ。10分前ぐらいでいいかもね。うん。ほんと気持ち早く来たら。そうだね、5分前ぐらいには入れるもんね。もっと早く入ってた人もいたよね、多分。多分ね。でも出てくるのはやっぱ8時超えてからだな。あ、なんか麺
がすごい多いイメージだったからうちょっと不安だったんだけど、全然食べれるようになってた気がする。変わったのかな。あのさ、牛肉スープが台南っぽくてよくない？そうだね。台南の方がもっと甘めだったかな、かもね。スープが。台南って全体的に全部甘いじゃん。満足。じゃあ持ち帰り用の朝ごはんもう一個買おうか。はい。雨が降りそうだね、今日。そうだね。天気あんま良くないね。最終日は雨予報です。はい。続いて2つ目の朝ごはん屋さんに着きました。私たちの大好きなパントワンの店です。いつもさ、マグロの言い方わかんなくてツナって入れたんだけど、ウェイユーって言うんだって。だからウェイユーパントワン。マグロとカツあるよ。欲しい？うん。カツオにしてみる？いや、マグロで。米どうする？両方ある？白と紫。ああ、どうだろう。でも白がいいんじゃない？ケンちゃん。まあまあまよりもちもち。あ。お金自分で入れるシステムか。すごい。右側にある。ぴったりあるかも。ぴったりある。はい。じゃあ買いますか。これ45。頼みます。じゃあお昼ご飯食べれないからうちら飛行機で食べ比べ。もう一個ファントン買っちゃいます。歩いてほんと30秒ぐらいですね。道路渡ってすぐ。こっちは初めて食べるのうん。で、こっちはいつも行くところ。そう、青島。なんちゃじゃない。こういうなんちゃらの肉。白一生開かないな、あそこの蓋が。ハーフにする？ハーフ。ハーフなんだとか。紫にする？いいよね、で白。もね、紫って何なの？黒米みたいなのあれなのかな。ゲットしました。だいたいこれが欲しいですって指さしてる人が多かったね、日本人とかは。で、そしたら白、紫ってお米の種類聞かれるから、日本語で白とか紫とか言えば大丈夫です。白はバイっていうらしい。じゃあホテル戻ろうか。ホテルに荷物取り行って。雨が降る前に駅まで行きたいね。そうだね。じゃあ荷物取り行きましょう。本当だ。空港に着きました。はーい。急行の電車座れなくてちょっときつかったね。そうだね。混んでた。1分待てば座れるけどね。15分に1本ぐらいあって、朝10時台で、私たち 10時ちょうどに乗りたかったんだけど、10時15にまで待てばね、多分座れたけど、もういっかっつってね、行っちゃったんだけど、まあ40分ぐらいだから。荷物は置けたしね、台に。チェックインして制限エリア内に入りました。すごいスムーズだったね。そうだね、混んでなかったね。全然並ばなかった。いつもチェックインカウンター、オンラインチェックインができないからすっごい混雑してて待つんだけど、今日はね全然平気。荷物も無事7キロ以内をクリアしました。はい。はい、ということでですね、さっき朝買ったハントン、こっちがまだ食べたことないお店の、じゃあこっちから先に食べる、もう一個こっちもあるんだけど、こっちはいつも食べる方。いただきます。
違う。これめっちゃマヨ入れてるよね。ちょっと甘めかも。こっち海苔が入っててマヨが濃いのかな。ちょっと甘くない？甘いかも、ツナがね。うん。お米の感じはやっぱ似てるね。そうすればやっぱ比べたらわかんじゃない？口の周りやばくない？脂っこくない？一緒にとね。同じレイユツナのパンとン青島の方。いただきます。いい。こっちの方がお米が固めかも。あと肉ひげみたいなのが入ってるから風味が全然違う。全然違うね。全然違う。なんだろうな。青島の方が固め。もちもちしてるけど固め。ツナもあっさりしてる。あっさり軽く食べれる感じ。そうだね。こっちの方が日本のツナマヨっぽい感じする。こってりしてるね。こってりで、あとこの肉ひげの甘みみたいな。おいしいね。美味しい。どっちが好きとかある？もうちょっと食わないとわかんないからけどお米の感じは青島の方が好きかな。固め？固め派。じゃあもう一回食べてみて。日本のツナマヨが好きな人は青島じゃない方がいいと思う。ツナマヨって感じけど青島の方はツナマヨじゃない、ツナ。そうだね。でご飯は固めのもちもちで、あと具も青島じゃない方が多いかもしれない。そうだね。たくさん入ってる。けどお米を楽しみたい人は青島の方がいいかもしれない。どうですか？私海苔が好きなのね。海苔という食べ物が。だからこの海苔入ってるのは結構嬉しいけど、マヨが苦手だから青島の方が好きだ。でもツナマヨってさ、私あんま食べないんだけど、マヨ苦手だからこれ美味しいよ。マヨってこんな感じかって感じ。もしかしたらこれに海苔も入れられるかも。1個前の人が海苔入れてたんだよ。トッピングみたいな感じで入れられるのか、そういうメニューがあるのかちょっとわかんないんだけど、海苔って書いてあるメニューはあったけど、それが海苔ツナではなかった気がする。本当はタピオカ最後に飲みたかったんだけど、空いてるお店が近くになくて、だいたいほとんど10時とか11時とか12時とかに開くんだよね。10分ぐらい歩けば空いてる青春福膳があったんだけど、ディフォージェンそこまで行くほどじゃないねって。雨降ってるし。でホテルの近くにあったルイザコーヒーで、私はコーヒーロマーノみたいな、西西里って書くレモンが入ってる2日目かな、トマト麺食べたところ、トマト刀削麺食べたところの近くの HWC で飲んだレモンコーヒーが美味しかった。それをルイザコーヒーでまた頼んで美味しかった。ケンちゃんはなんかミルクコーヒーみたいなんだっけあれ、ミルクティーコーヒーコーヒーミルクティー頼んで、なんとも言えない味だった。不思議な喧嘩してた。複雑な味。あと20分ぐらいあるかな。じゃあ食べて飛行機乗りたいと思います。はい、ということでゲート前に到着しましたので、これにて私たちの台湾旅は終了でございます。ほんとさ、あっという間だよね、台湾。そうだね。すっごい食べてるのにね。すっごい食べ過ぎっすねどう考えても大食いにも程があるよね。もうね、胃が多分ね、膀胱のぐらいまで広がってすごいことになってると思う、私の胃。食べても食べても食べれちゃう。豆腐層4はやばいでしょ。1日2回行った時あったからね。121っすね今日ね、行けなかったんだよね。まあ満足で満す。喫ですね。はい。次はいつになることやら。多分ビリビリ台湾外れたね、私たち。連絡来なかったね。多分ダメでしたね。なんか秋葉原で台湾観光庁がやってるイベントがあったんだよね。
そこでしかもらえない抽選用の QR コードがあって、私たち2人ともそのイベントに参加したから事前登録してたんだけど、3月の11と12にメールが届きます、もし当選したらみたいな感じだったの。だけど来なかった。残念です。もし来てたら6月までにね来よっかって言ってたんだけど、ちょっと5月にね長い旅がハニムーンがありますので、おとなしくしてますかね。はい。では今回の動画が面白かった、参考になったという方はグッドボタンとコメント、チャンネル登録お願いします。次はどこになるかな、旅行。次は国内かな、おそらく。はい。だけど食べ放題、食べまくりの旅にはなるかと思いますので、はいお楽しみにしていてください。はい。あとメンバーシップもね徐々に増えてますが、概要欄から飛べるようになっているので、よかったら見てみてください。もうすぐ1万人。ね、この動画出る頃には言っててほしいんだけど、どうだろう、お願いします。はい。あと声かけてくれた視聴者さん、確かに昨日はありがとうございましたハッピーだったね。最後まで見てくれてたら昨日の動画で言わなかったから。確かに。ではまた次の動画。はい。バイバイ。 KK バディのラジオコーナはい、では始まりましたラジオコーナー。はい、では KK バディ第2回のラジオコーナーです。ラジオってさ、もっとさボソボソ喋るのかな、こんな声張らずに。声でかい？でいいと思います。普通？声でかいの？前回は今まで行った国でどこが良かったかみたいなのを話したんだよね。今回は前回ちょっと話しきれなかった今後どこに行きたいか、どこの国に行きたいか、ちょっと海外バージョンでね、はい。とあと皆さんのおすすめを聞きたいよね。迷ってるんだよね。直近でハネムーンに行こうと思っておりまして、羽田からイギリスと、羽田からイギリスとフランクフルトから羽成田。成田の他に田。成田しかない。フランクは初めて知った。ショック。だいぶ近いなと思ってバスで帰そう、ってくる。成田なの帰りは。その枠組みだけっていうのかな、長距離のとこだけ予約したんだよね。行きと帰りだけ予そう約して、あと内容はまあこれから。で大体2週間ちょっと行こうかなって思ってるので、その間にどこの国に行くかとかをね決めたいんだけど、お互い行ったことあるヨーロッパの国はイタリアと、行ってないっけ俺行ってどこだっけ、オーストリアとドイツ、オランダ、スペイン、オーストリア、ドイツ。でも観光してないんだよね、あんまり。そう、1日ぐらいしかしてない、全部。1日1日感じ。私はイギリス、オーストリア、イタリア、スコットランド、アイルランドか行ったけど、イタリアのミラノとベネチアだけ行ったのね。だからローマとかも行きたいなっていう感じ。どこ行きたい？いや、行きたい国はいっぱいあるよ。ヨーロッパ、ベルギーとかスウェーデンとかノルウェーとかも行きたいし、それこそポルトガルも行きたいし、ポルトガルも行きたいね。イタリアも行きたいし、何カ国ぐらい行けるだろうね、2週間で。3カ国ぐらいじゃない？行きと帰りも入れたら4とか。あんま入れると忙しくなっちゃうもんね。ちょっとこれ開けてみていい？今回のラジオで食べるお菓子はこちら、マカオで買った杏仁クッキーです。はいちっちゃクッキー見えたかな。いただきます。はい、これ試食したんだよ、私たち。めっちゃ細かい。ほんのりあんに。こ
これマジ美味しい。すごいパウダーだよね。パウダー。下手したら蒸せるぐらいの。でもあそこのもっと柔らかかったね。やっぱ作りたてじゃない？このアーモンドかな、美味しいね。そうだね。ベルギーはやっぱチョコだし、私のチョコ好きなので。なんでイギリスとドイツになったの？イギリスは、あなたがプレミアリーグを見たいから。あ、だから。はい。サッカー見たいということで、ちょうどシーズン終わりなんだよね。熱い戦いでしょ。ラスト。でタイミングもいいし、プレミアリーグを見よう。まだチケット取れてないからね、取れるかわかんないけど、私がイギリスのブライトンっていうところに留学をしてたことがあって、ブライトン対リバプールだっけ、とかだったらワンチャンチケット取れそうなんだよね。いや、チケット取れそうっていうか、まずメンバーシップになってブライトン課金して8000円ぐらいだったよね。1人そんなしたっけ。50何ユーロだったから、あ、そっかそっか、8000円、で俺だけじゃ多分1枚しか取れないから2人分のメンバーシップになって、で多分相手がリバプールとかだと一般販売までもういかないから、会員の人からどんどんなくなっていくじゃん、だからまず会員だとか、6週前ぐらいに発売されるからすごい争奪ですね。そうだね。本当はリバプールとかマンチェスターシティとかユナイテッドとかね、そういうなんていうの、5強チームっていうの、6強ビッグ6ですね。ビッグ6っていうのに、の試合を見たかったんだけど、なかなかのお値段だったり、そもそも取れないと。そう、クルックだったら取れるんだけどね。高いよねあれ。1枚チケット12万。そうだよね。だけど普通にその公式サイトから取ろうとすると、今までに何回も応援に行った人優先みたいな感じだったんだっけ。そう、なんか順位が決まってて、取れる順位が、まずメンバーシップで昨年度の試合に何試合見に行ったかとか優先が決まってて、一般までは絶対回ってこないみたいな。で、ブライトン対リバプールだったら取れそうっていう希望があったので、そう、ロンドンから近かったから。そう、ブライトンはロンドンから1時間ぐらいなんだよね、バスとか電車で。だから、私の思い出の地でもあるし、ブライトンは行こうかなって感じで、なんでドイツになったかは、今回マイルで取ったんだけど、その長距離を私がずっと貯めてたマイルがありまして、JAL の特典航空券、 JAL が飛んでるところだと、ヨーロッパはロンドン、ヒースロー、フランクフルト、ドイツフランクフルト、フランスのシャルル・ド・ゴールで、あと北欧だけどヘルシンキ、フィンランドの4つしかないの。フィンランドはちょっと遠いじゃん、でフランスはちょっとやっぱデモとか読めないのが私は心配なのと、ドイツの方が確か税金安かったと、あと航空券が取りやすい、特典っていうことでドイツになりました。じゃあイギリスとドイツは確実に行くと。はい。ソーセージとブレッドですね。ビール飲んじゃうかも。普段飲まないけどワイン派だけどビール飲んじゃうかも。俺どんだけうまいって言われても飲まないかもしれない。ビール、私ダブリン行った時に黒ビールのお店っていうかブランドあるじゃん、ギネスっていう、あそこの博物館なのかなんかそういうの店舗行って、大きいミュージアムみたいなで、自分でこういうのやった。黒ビール美味しかった。美味しいね。いっぱいいるのも、でもさ、外国のやつマジでかいじゃん。でもこんぐらいでいいんだけどね。飲み比べのなんかワンショットみたいなの見たよね、なんかビール味は好きなんだけどお腹いっぱいになっちゃうからご飯食べれないっていうのがね、私は。フルーティーなビールとかあるの？あるんじゃない？なんかオレンジっぽい味とかさ、パイナップルっぽい味とかあるよね。で、私が行きたいのは、イタリアのローマとか、ご飯食べたい、美味しいご飯。そうだね。みんなハネムーンって言ったらどこをおすすめしてくれるんだろうね。カンクンじゃない？ヨーロッパじゃないしヨーロッパで。世界で。世界で
大体ハワイかカンクンとかでしょ。モルディブ。モルディブでしょ。あれも多くない？ギリシャ、アテネアテネ。アテネじゃなくてなんていう島だっけ？あるよね、もう一個ね。白タウンのやつ。いやフィンランドとかも行ってみたいよ。うん。でもなんか、うん、俺のイメージ、ヨーロッパ大体一緒。全然違う。いや、大枠がも食べ物が？う、違う、景色とか作りとか、まあ作りとか。系統はね。だから何カ国行ったとしても系統が一緒だから、例えばベトナムとヨーロッパとは全然違うじゃん。まあそりゃそうね。だからあんまり変化、この国に行ったなってヨーロッパ何カ国も行くけど、そんなに変化感じられないと思う。私すごい違う気がする。ヨーロッパにいるなっていう。ヨーロッパにいるなの枠組みは一緒なんだけど、イギリスとイタリアってもう全く別じゃん。いやそうだけど大体大枠は一緒じゃん。まあベトナムとは同じ枠には入んないけどね。例えばメキシコだったらアメリカだったらってなるとちょっと全然違うじゃん。まあやっぱりそりゃそうだ。やっぱりそりゃそう。大陸が違う。だから何が言いたかったかっていうと、何が言いたかったかっていうと、まあ結局似てるよまあって言ったらみんな怒るの。いやそれは感性の問題じゃない？どこぐらいでこうくくるかっていう感覚の問題っていうか、そりゃさ、日本と韓国と中国って一緒だよねって言われたらさ、いやいや違うしって思う人とさ、でもアジアっていう意味では一緒じゃん、その雰囲気っていうか。もっとでも似てない？それは遠くから見てるからだと思う。その中にいる人たちにしてみたら全然違いますって思うんじゃない？ヨーロッパじゃなくて広げていいんだったら、だからメキシコ、カンクン、行きたいし、アメリカも西の方行きたい、カナダも行ってみたいし、オーストラリアも行ってみたいし、オーストラリア大好き。チャンスがあればインドも行ってみたいし。ちょっと嫌だ。絶対私お腹壊す自信ある。いやいいんだよ壊したって、別にずっとホテルにいるかも。死にはしないな。ケンちゃん一人行動だよ。いける？海外戦えインド一人行動いけんの？日本より戦えでしょ。確かに急に強モードに入るよね。トルコ、カッパドキア行ってみたいね。なんか全然違う感じとかだとさ、ドバイとかさ、そのエジプトとかトルコとか面白そうだよね。はい、じゃあそんな感じで今回は行きたい国ハネムーン編、もしおすすめの国とか都市とか食べ物とかあったらぜひ教えてください。そうだね、この国のこれがいいまで教えてくれたら嬉しいね。ここのこれ食べてきてとかね、ピンポイントで教えてほしい。ぜひラジオへのコメントお待ちしておりますので、リスナーネームつけて投稿していただければと思います。ではまた次の動画で。バイバーイ。